こっち客だぞ金払ってるだろってなんか高圧的な態度でさ怒鳴り散らしてるようなおじさんおばさんたまにいるじゃない。頭おかしい。クレーム来るの怖いから安売りしてしまったり、それやってると必ずいつかクレームもらうしトラブルに発展しちゃう。これがクレームの正体。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もねフレット教室始めていきたいと思います。今回はプロが教えるクレームの来ない商品作りっていうテーマでね話をしたいなと思います。で、なぜこの話をするかっていうとね、YouTube の方で質問ももらってたんだけれども、やっぱりね多くの人がクレーム来るの怖いから値段をね高く上げれなくて安売りしてしまったりとかっていう風な戦略を取ってると思うんだけれども、そもそもねそのやり方自体とか考え方自体が間違っていて、それやってると必ずいつかクレームもらうしトラブルに発展しちゃうから、しっかりと商品作品をね販売していくんだったらちゃんと今日解説する話、そこをしっかり理解してやった方がいいよ。そして特にねこれ見てる人はいつか仕事にしたいって思ってる人ね、もうプロとしてやっていきたいっていう人も多いと思うから、そういう人はもう絶対的にここの基準値っていうのを上げないと、もうねまさにこの話がプロとアマの違い、はっきり言って。どんなに作品素敵なのを作ってやっててもこういった意識が足りないとやっぱりプロの作家としてやっていくことはできないからね、そこのね解説をしていきます。で、クレームの話をする前にまずねそもそも論としてこれを分かっておかなきゃいけなくて、人はなぜ商品を買うのかっていうところ、まずこの根本となるところを理解していて、じゃあどうしてクレームっていうものが生まれるのかっていう話に発展していくから、ちょっと聞いてほしいんだけど、じゃあねまず人はなぜ商品を買うのかっていうここの話をしていくと、これはね自分に置き換えたらねすごく分かりやすくて、どんな時に自分は商品を買いに行くだろうっていうことを考えてほしいよね。で、例えばね分かりやすく言うと、今晩のご飯をカレーライスにしようって思った時にね、冷蔵庫の中具材見てさ、カレー作れるなと思ったけどダメだお肉足りないってなったら肉買いに行くでしょ、スーパーに。これなんだよね。どういうことかっていうと、カレーを作りたいんだけどお肉が足りない、どうしようっていう問題や悩み、これがあるわけね。で、それを解決するためにスーパーに買いに行くの。人はなぜ商品を買うかというと、抱えている問題や悩みを解決するために商品を買う。これが基本となる流れね。まずここを押さえておかなきゃいけない。で、次に大事なのはちょっとこれからクレームの話に入っていくんだけど、なぜクレームが起きるのかっていうのを、そのクレームのメカニズムっていうかな、クレームの正体っていうかな、そこをね正しく知っておかないとクレームの対応の仕方なんてできないし、そもそもクレームが来ない商品作りなんてできないよね。で、そうなると知らないからみんな今がやってるように、なんとなくね人から悪く言われたりとかね、クレーム来たら怖いから商品の値段少し安くして売っていこうって言って、なんか多くの人がそれをやってるからもう価格競争になってて、なんかもうしょうもないことが起きてるね。そうじゃない、もう根本的に間違ってる。まずはねクレームの正体を知ろう。じゃあねクレームの正体って何っていうのをちょっと解説していくんだけど、今言ったようにお客さんが商品やサービスを買う時っていうのは何かしら抱えている問題や悩みっていうもの、それを解決するために商品を買うのね。で、ここに何があるかっていうとこれなの。期待があるの、この商品サービスに対して。カレー作るのにお肉がない、あそこのスーパーに行って肉を買ったらこの問題解決するよね、美味しいカレーが作れるよねっていう風に期待を込めて商品を買いに行くわけでしょ。スーパーに行きました、お肉のコーナーに行ってカレー用って書いてあったから買いました。いざねカレーに入れようと思ってお肉開けようとしたら、なんと味付きの下がりでしたみたいな話になったら、何全然期待してたのと違うじゃん、カレー用って書いてるじゃんってなるじゃん。全然違うじゃん。これなの。つまりもっと分かりやすく言うと、カレーに使えるお肉だと思ってね書いてあったから買ったのに期待外れじゃん。つまりねがっかりなの。お客さんは期待していたのに全然違ったっていうこのがっかり、これがクレームの正体なの。がっかりがクレームの正体だって。そうでしょ、お肉さ
ね、生の肉だと思ってカレー用って書いてるから買ったのに全然味付きのがっつり味付きの下がりだったっつったらカレーしょっぱくなってしょうがないじゃんとかなるじゃない。というわけでがっかりしてお店に「何ですかあの表記はカレー用って書いてるじゃないですか」って言いたくなる気持ちもわかるよね。というところなの。だから商品を作って販売しているこちらの売り手の立場としたらクレームってちょっと怖いじゃない。でなんかクレーム言ってくる人ってイコールクレーマーみたいな感じで捉えちゃうんだけど、そうじゃない。クレーマーとクレームを言ってくる人は全く別の人だから。違うから、これ分けて考えなきゃダメだよ。これ後で解説するけど、とにかくクレームを言ってくるお客さんっていうのはちゃんと理由があってクレームを言ってきてるの。ここを正しく理解しなきゃダメ。まずいきなりね文句を言ってくるやからじゃないの。違うから。でそもそもこうやって考えてほしくて、クレームをねわざわざ言ってくるような熱量のあるお客さんっていうのは実はファンだったりするわけね。これね紙一重だから本当に正しくちゃんと考えてほしくて、つまりさ、あなたの作った作品がすごく素敵だと思って自分の抱えてる問題に何かしらあって、この人の作品すごい素敵、こんな未来が待ってるよねって期待して作品買ってくれるわけ。そして買ったはいいけど、あれなんか言ってるのと違うじゃん、期待してたのと違うじゃん、私が思ってたのと違うってがっかりしちゃうわけ。それによってクレームが来るの。クレーム言うってなかなかの熱量いるからね。で逆に言えばそれぐらいあなたの作品に期待してたファンになり得る人だったの、この人。だからそういう人なんだよ、クレームを言ってくる人は。そしてクレームのメカニズムっていうかね、クレームの正体でがっかりだから、つまりファンになりうるぐらいあなたの作品のことを素敵だって思ってた人をがっかりさせちゃったっていうことなの。こういうふうに物事を捉えてほしいよね。でそういう人を生まないためにどうしなきゃいけないかっていうところ、これがねクレームを生まない作品作りっていう話につながっていきます。はい、ここまでいいかな。でね、じゃあお客さんなんでがっかりしちゃったのって、多分ねこれねいろんなね理由があるわけで、まずねこのお客さんの抱えてる悩みとか問題って、それをしっかり深掘りしてあげること、つまりお客さんがね解決したいこと、これがそもそもニーズっていうやつなんでね、お客さんが求めていることで、やっぱりプロの作家としてやっていこうとか、あるいはちゃんとねしっかりとした売り上げを作って信頼を積み重ねていこうって思ってるんだったら、お客さんのこのニーズっていうものをしっかり理解して商品やサービスっていうものを作らないと。さっき言ったようにね、お客さんがカレーに使いたいのは味のついてない生の肉なの。だけど商品作る側が勝手に、いやカレーにももっとこってりした味が必要だからって味付けの肉を作っちゃった。でそういうのを好んでる人に向けて販売してるんだったらいいんだけども、誰に対してもカレーに使えるよなんていう表記にして売っちゃったからエラーが起きちゃったんだよね。つまり商品が作った人がお客さんのニーズしっかり見ずに、ターゲットも絞らずに多く手広くやっちゃったもんだから、こういうエラーが起きちゃったっていうこと。だからまずはしっかりと一番最初、お客さんの求めているものをしっかりと作るときには考えるっていうことと、それとしっかりとその届けたい相手っていうのがね、このニーズを求めている人にこういう商品やサービスを作ったから、この人に向けて他の人が間違って買ったりしないように、やっぱり分かりやすい商品説明とか注意書きっていうのをしっかり書いてあげる必要がある。分かりやすく。これを多くの人がなんとなくぼやけてて、ぼやけてるも何もそもそもニーズを絞ってないからなんだけれども、ターゲットも絞ってないからぼやけちゃうんだけども、ここしっかりニーズを深掘りしてて、じゃあこういう悩みや問題を抱えているお客さんに届けたいっていうターゲットが決まっていたら、その人たちに向けてこういう商品ですよ、でこれに該当しない人は買っても僕の商品サービスでは解決できませんよ、でもこういう人は解決できますよっていうのをしっかりと分かりやすく明記してあげる。商品説明とかでね。で注意事項とかでも、ここはこんな風に過度に期待してもダメですよ、こういうものですよとかね、こういう扱いをしちゃうとこういうことが起きるからダメですよとかっていうしっかりと説明をしておかないと。この説明ができるのはここをちゃんと見てるから。
まずだからこれを出さないとこの後の行動が全て変わっちゃうんだよね。もうちょっと整理するとこういうことね。お客さんは問題や悩みを抱えていて、この商品を買ったら解決するんだってここに期待を持ってるわけね。だけど作り手の僕たちがこの商品はこういうものだよ、問題を解決できるんだっていう商品を作ってたとしよう。するとどう？お客さんはここを期待してるのに商品自体はここを狙ってるからここに差があるわけね。つまりこのギャップがお客さんをがっかりさせちゃう。だからお客さんに過度な期待をさせるのではなくて、うちの商品はここだからこういう人がこれを解決したい人が買わないとここを求めていても解決できませんよとかっていう風にちゃんと商品説明とかでしっかりとこういうものだよっていうところを明確にしといてあげる。あるいは注意事項とかで、例えば羊毛フェルトだったらそっくりに作っているけど可愛いってぬいぐるみのように触ってたらボロボロになっちゃうよっていうこととかをしっかり伝えておかないと、お客さんは勝手に「あ可愛い」抱っこしたりどっか連れて歩いたりしてもうみるみるうちにボロボロになっていく。そんなことをさせてしまったらめちゃくちゃがっかりするじゃない。だって本物じゃないけどあの子にそっくりな姿した子がまたね近くに来てくれた、やった嬉しいってこうやっていっぱい触っちゃってボロボロに劣化していく。また必要のない悲しみを与えてしまうことになる。だからそういうことをエラーを起こさないためにも、ここのお客さんの期待度っていうものをしっかりここに持ってくるようにうまく商品説明とか注意書きとかで明確にしておいてあげるってことをしなきゃいけません。そこをしっかりここを作るためにはそのお客さんのニーズっていうものをしっかり深掘りして、お客さんの何を解決するものなのかっていうことを自分自身が分かって商品作りをして、そして商品を売るための商品説明を書いたりとか注意事項を書いたりとかっていう風にしていかないとこの問題は解決できなくなっちゃうわけね。だからこの問題を解決しないのにどんなに価格を安くしたって価格の話じゃないの。そこを理解せずにみんな自信がないからクレーム言われたら怖いからって言って価格を安くして販売してる。根本的な解決に何もなってない。むしろただただずっと危険なことをやってるっていうだけ。だから本当に今すぐやめて少しねこういう勉強をしてやった方がいい。はい。とにかくね、その分かりやすい商品説明とかサービスを書いてあげる。そうだね。例えばさっきのカレーの話で言うんだったら、ひょっとしたらねその味付きの肉をカレーに使ってる人とかっているかもしれないし、でそうじゃなくてもう本当味のついてない生の肉を使いたいっていう人もいるし、分かれるわけじゃない、好みって。で別に味付きの肉を使ってカレーを作りたいっていうお客さん、そこをターゲットにしてんだったら、そういうふうに明確に味付きの肉を入れたい人におすすめカレー用みたいな感じで商品名にしたりしたら、このパッと見で誰もが分かる。あ、味付きなんだ、じゃあうちは味付きじゃない肉を使いたいからこれは違うなって違う商品を探すわけじゃない。そういうふうにそのエラーが起きる、そもそもね商品名とかさつけるとか、その商品の開発のところの話も含めてそもそもそのエラーが起きないようにしてあげるっていうことが大事。はい、じゃあね、なぜ商品を買うのかとか、そのねクレームのメカニズム正体とかっていうのが分かったところで、次ねこのクレーム対応っていうところでね話をしていきます。やっぱりどんなにねお客さんのニーズを深掘ってターゲットも絞ってさ、そういうねエラーの起きないような商品説明とか注意書き書いて商品販売してたとしても、やっぱりねクレーム起きるときは起きる。自分がね想定してなかったことが起きるときだってあるしさね、壊れてしまったとかね、でそういう時に起きるんだけれども、でその時に気をつけなきゃいけないのってやっぱり対応の仕方なので、さっき言った通りクレームを言ってくるお客さんっていうのは僕のあなたの商品サービスにすごく期待をして買ってくれたのね。でつまりファンになり得るくらい熱量を持って買ってくれた人なの。その人ががっかりしちゃったわけだから、すっごい期待して買ったのになんでこんなことが起きるの、言ってること違うじゃないってなっちゃうの。それ分かってあげよう。まずねお客さんのすごく残念な気持ちっていうので、その時にそこを分かっていれば正しい対応ができるの。じゃあどうしたらいいのか、どういう対応が正しいのかっていうと、まずねこれは絶対にやっちゃダメなのはこれ、言い訳から入る謝罪。これはね絶対的に NG です。 NG で、どうしなきゃいけないかっていうと、これね実際に僕あった話なんだけどね、作品作って
しっかり梱包して、そして運送業者に渡してさ配送してもらうんだけども、この時にねお客さんのところに着いたら、着いたんですけど実は作品転がってましたと、毛並みがボロボロだったんで直してもらえますかって、お客さんねもうすごいね僕の方に気遣ってくれて、もう多分ねすっごい悲しい気持ちになったと思うの。だけど言葉選んでくれて、倒れてたんでっていうようなことを言ってきてくれたんだけど、でこの時にさ謝り方として箱に傷ついたりしてるから多分ね配達員が落としてるわけね。だけどそれを僕の謝り方として、いや申し訳ありません、いやでも多分それ箱潰れてるんで配達員が落としたんだと思いますっていうのってさ、いやいやそれは責任は僕にはなくてよその人の責任ですよって言ってる話じゃない。そうではない。仮に自分に全く非がないことだとしても、これは何に対して謝らなきゃいけないかっていうと、いい？クレームの正体思い出してみて。なんでクレームは来るの？そう、お客さんががっかりしたからなんだよ。つまりその作品が転がったなんだとかっていうさ、その起きた事象に対して誰の責任だうんぬんだっていう話、そこはどうでもいいの。そうではなくて、お客さんががっかりした事実っていうのは確実にそこにある。だから一番最初に謝らなきゃいけないのは、お客さんをがっかりさせてしまったことなの。ここに対して謝罪をしなきゃいけない。その謝罪の仕方が間違ってるからトラブルに発展する。謝るポイントが全く違う。でポイントがずれてるのはそもそものクレームの正体を分かってないからね。ということなの。だからね、まずは誰のせいだとか何が起きたんだとか、そんなのどうでもいいの。とにかくお客さんをがっかりさせてしまったことを、いや大変申し訳ありませんって、いや僕の作品買ってくれたのにね、すっごい期待して買ってくれたのにこんなね悲しい思いさせて本当申し訳ないですって、この一言、まずそこの一言でお客さんちょっと救われるから、あ、私の気持ちちょっと分かってくれてるなってなるじゃない。人としてさ、やっぱり人と人の付き合いだから、まずは何に対して謝罪をするのかっていうところをしないとね、これねほんとね、もうなんかね、多くの人がトラブルに発展する人の間違いっていうのは、なんかね商品サービス、作品そのものとか機能そのものとか、そういったところに対してのなんかポイントを置いちゃってるじゃない。人と人じゃない、信用と信用の話じゃない。もうここだよ本当に。人としてどう対応するか、もうこれだけ。そこさえ間違えなければ大きなトラブルには発展しない、ね、クレームが来たとしても、クレームっていうのはさっきも言った通り、僕の商品、あなたの作品にすっごい期待を持って買ってくれたファンになり得る人だったの。その人をがっかりさせちゃったの。だからちゃんとまずはがっかりさせてしまったっていう事実があるんだから、理由はどうあれね、そこを謝罪してあげる。そして対応として、じゃあお詫びの印といってはなんですが、こんなことちょっとさせてくださいねって、そのミスをカバーするような、何か相手が予期しないようなサプライズ的なプレゼントをしてあげると、わあこんなことまでしてもらえて、いやもうごめんなさい、こんな風にそんなつもり言ったわけじゃないのになんてなってね、またあなたから買いたいですってすごい熱烈なファンになってくれる。でクレームを言ってくれる人っていうのはそういう人なんだよっていう風にね理解してくれると、クレームを言ってくるのが怖くなくなるから、なんか突然文句言ってくるような人たちじゃないから、ちゃんと理由があってクレームを言ってきてます。はい、そういうところです。だけどこれは別だからね。クレームを言ってくるお客さんとクレーマーは全く別物だからね。もうこのねクレーマーっていうのはね、お客でも何でもないから、もうぶった切って終わり。もう相手にする必要ない。もう全然相手にする必要ないから。例えば最初ね分からなくて対応してたんだけど、もう明らかにクレーマーだっていうの分かるじゃない、対応してる最中で。僕もあるよ、オーダー頼んできてくれて、あまりにも高圧的な態度で途中から変わって、であまりにも失礼な物言いをしてくる人とかで、そういう人はね断ったこと一度だけあります。じゃあもういいですと、あなたには作りませんと。勘違いしてるんで、なんか金払ってんだからこっちが偉いだろうみたいなスタンスでいる人いるんだけど、全く違うからね。偉いも何もそもそもないからね。対等な立場で、こっちは商品やサービスを提供してる側だから。でそれに対してああだこうだ言われて、こっちがもう助けたくないな、この人に商品サービスを売りたくないなって思ったら、じゃああなたには売らないからいいです、これでいいから。クレーマーだったらね。
クレームを言ってきたお客さんって別にお客さんだから、クレーマーはそもそも文句言ってくるだけの人だから、お客さんでも何でもないから、そういう人だと切っていい。やっぱり日本の社会ちょっと間違ってるなと思っていて、例えばさ、そのお店売る側の人にさ、すごいこっち客だぞ金払ってるだろってなんか高圧的な態度でさ怒鳴り散らしてるようなおじさんおばさんたまにいるじゃない。あれ頭おかしい、はっきり言って。物事ちゃんと理解しなくて、お客様は神様だっていうのはなんかその言葉を本当に客は神だと思ってるね、残念な人で。お客様は神様だっていうのは売り手のこっちの作り手の話とか売り手の話であって、そういうふうに思って商売をやりなさいよっていう話であって、本当に客は神でも何でもないよ。お客さんはお客さんで、こっちは商品サービスを提供する側、どちらも価値と価値の交換をしてんだから同じ立場のだけど、商品サービスを提供してるのはこっちなんだから、もうこの人には売りたくないと思ったら売らなければいい。なのに多くの店でもうそういう人にも「いや大変申し訳ありませんでした」ってもうペコ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 してさ、いつまでもやってるじゃない。もう明らかにそのクレーマーの主張がおかしいのにさ、やっぱ毅然とした態度を取れるお店っていうのは、もうコンビニでも何でも店長あたりが出てきてさ、あだったらもうあなたに売らないから出てってください。でなんで売らねえんだよとか言ってもね、いやいやあなたにはうちの商品サービスは提供してません、出てってください。もうこれでいいの。もうこれがね正しい対応の仕方だから、クレーマーに対してね。そんな風にね対応したら全然いいんじゃないかな。何でもかんでもお客さんだって考えちゃうと身動き取れなくなっちゃうけど、ここをしっかりと分けてあげること、全然違うでしょ。はい、そんなところです。今日はねプロが教えるクレームが来ない商品作りっていうテーマで話をしたんだけどね、最初からまとめると、まずそもそもの話として、人はなぜ商品やサービスを買うのっていうところ、そこを理解しておかなきゃダメだよっていう話。人が商品やサービスを買うのは何かしら悩みを持っていて、その悩みやね問題を解決したくて商品を買う。でこの解決をするために商品を買ってるから、そこの商品に期待して買ってるわけね。これを買ったら私の悩みや問題っていうのは解決すると思って買ってくれるわけで、クレームの正体っていうのは、この期待して買ったのにちょっと期待してたものと違うじゃんっていうこのがっかり、このがっかりこそがクレームの正体なの。そしてこのクレームを言ってくる人っていうのはやっぱり熱量のある人だから、それだけ期待してたのに違うじゃんってがっかりした人、もうがっかり度のでかかった人だよね。だからね、でその人が言ってくるの、思ってたのと違いましたと、なんでなんですかって。でその時にこのクレームの正体、お客さんをがっかりさせてしまったことによってクレームが起きてるんだなっていうことを理解しておくと、謝り方が違う。まずはその事実云々じゃなくて、まずそこの言い訳とかから始まるんじゃなくて、まずがっかりさせてしまったっていうその事実に対して謝罪をしないと。いやがっかりさせてごめんなさい、期待させたのにねって、本当に残念な思いでごめんなさいって、いや実はねこれはこうなんですっていう、そこから初めて言い訳っていうかな、事実を伝えるっていう話をしなきゃいけない。するともともとそのクレームを言ってくるくらいの熱量のあるお客さんっていうのは、そもそもこの商品サービスが素敵だって、絶対私の問題を解決してくれるってすごい期待値が高くて買ってくれたお客さんだから、ファンになりうるお客さんなわけね。だからそういう人だからしっかりと対応してくれることで、もう二度と叶わないわじゃなくて、もうぜひまたあなたのとこから買いたい、こんな素敵な対応してくれるならまたぜひ買いたいって言ってくれる熱烈なファンになるから。そう考えるとクレームを言ってくるお客さんっていうのは決してね何か文句を言ってくる怖いお客さんではなくて、ファンになりうるくらいのすごい熱量のあるお客さんなんだって思うでしょ。そしてクレームを言ってくることっていうのはちゃんとした理由があるから言ってくる。それはがっかりさせてしまったこと、そういうふうに考えると商品作り、それから商品名の作り方とか、あるいはその商品の説明の仕方、注意書きの書き方とかね、そういったものを正しく作れるようになるから、そんな風にねやってみるといいんじゃないかなと思います。そして最後ね、クレームを言ってくれるお客さんとクレーマーっていうのは別だよ。クレーマーはお客さんでも何でもない、もうただの輩だから、そんな人は何言ってももう話が通用しないから、もうお客さんでも何でもないから、さっさとバッサリ切って、あなたには商品サービスは売りませんで、もう切ってしまえばそれで OK。 もうそれ以上でもそれ以下でもないから、それでもギャーギャー言ってくるんだったら法的手段を取るとか、しかるべきところにちゃんと対応を取ってもらうっていうところをねすればいいだけです。はい、そんなところです。というわけでね、今回ねプロが教える、クレームの来ない商品作りっていうところね、とにかくねここの基準値をねどれだけ上げるか、ここなんだよね。本当にハンドメイド作品を作って
販売するなんて今誰でもできる、簡単にできる。だけどそのプロとアマの違いって言ったらちょっと生意気な言い方だけど、でもやっぱりプロとしてやってる僕としてはそこにはもう絶対的な自信を持っていて、そこの基準値がやっぱりその趣味でやってる人たちと当たり前だけども当然違うわけさ。だから本当にこれを仕事でやっていこうって思うんだったら、そこの基準値っていうのはもうとにかく決定的に上げないと。もうそこが圧倒的にプロとアマの違いです。はい、そんなところです。今回の話がね、ためになるなと思ったらね、ぜひね、いいねボタン、そしてね、いろんな意見あると思うし、いろんな質問もあると思うんで、もしね、そんなことがあったら、どんどんコメントにね、コメント書いてください。こうやってね、回答できるものはね、勉強会みたいな感じでね、こうやって動画にしていくのでね、ぜひぜひどんどんコメントください。あとね、僕、LINE 公式の方もやっていて、概要欄にリンクが貼ってあります。で、こういった授業のね、なんか講座をやることもあるかもしれないし、技術的なことをやるね、レッスンをね、始めますっていう教室をやるときもあります。全部オンラインでやるんだけども、そういった通知は LINE 公式の方に登録してくれた人にだけね、通知が行くようになっているので、ぜひね、そんなのに興味がある人はね、登録だけしておいてもらえたら嬉しいです。はい、そんなところです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。